ここまで来たから行くしかないんでね。で、後ろこうやって振り返った時に、びっくりされたでしょ。ごめんなさいね。また階段の向こう側の方で、黒い影がさっ。うわ！お客さん、今から話すことを口外しないでいただけますか？東京の西の外れに戦前に建てられた古い旅館があるんですが、夏になるとこの部屋の一室借りてね、怪談配信ライブやるんですよ。それがすごく楽しみで、なぜ建てられたのが戦前ですから、建物がすごい重圧感というか歴史を感じるんですよね。最低限の修繕だけして、他そのままなんですね。でそのままで利用するものですから、床とか歩くときしむんですよ。ミシッそれもまた雰囲気が最高なんですよね。その日もね、自転車で行ける距離ですから、自転車で行って自転車止めてガラ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 って、どうも今年もよろしくお願いします。あ、いらっしゃい、どうぞゆっくりしてってくださいね。でとっと上がって、じゃあどうぞって言ってまた階段をね、赤い階段を上がっていくんですけど、でちょっと歩くと左側に菊の間っていうのがあるんですよね。どうぞ、ガラガラガラって通されて、また菊の間か、まあいいやって入ってったんですよ。なぜかというと、この部屋は広くて清潔ですし、眺めもすごくいいんですよ。2階からの眺めがね、庭がちょうど見れて、で木がわーっと生い茂ってて、そこをガラガラガラってガラス窓を開けるとね、ちょうど少しちっちゃなこう縁側みたいになってて、そこでボケーっとこう外を見るのがね、またいいんですよ。でそんな雰囲気が好きだったんで、清潔ですしね、不満は全然なかったんでね、まあ全然いいやと思って、お願いしますって言って、ごゆっくりってさ、今年も始まるか、よしじゃあ準備するかなって言って、機材をね黙々とこうセッティングしてたんですよ。あるものが全部やっぱ古いんですよ。そのまま使ってるので、ドライヤーなんかね、こんな緑色でちっちゃなこのターボがついてないやつね。配線もこれ何回も直したんだろうなって思うぐらい、すごくか細い配線がついてるんですよ。でテレビもブラウン管なんですよ。ブラウン管で唯一テレビが見れるので、ここやっぱ最高だなって。で掛け軸がある床の間みたいのがありましてですね、そこの前で僕話すんですけど、そこに配信機材をセットして、で喉が渇いたもんですから、ポットにお湯入れてね、で、お茶をこう飲んで、であれこれやってるうちに、ふと時計見ると、もう6時過ぎたんだと思って、腹もちょっと減ったし、軽く飯でも食ってコンビニでも行こうかなと思って、でよしよしって着替えて、で鍵持ってこういう扉でスッで下の方でカチャカチャカチャって、鍵これ意味あるのかなっていうぐらいの鍵なんですよ。でカチャカチャカチャってかけてる時に気配感じたんですよ。そしたらミシッって音が聞こえて、と思ったら、少し離れたところに階段があるんですけれども、そこの階段のところから音が聞こえたんですよね。俺以外にもお客さんいるのかなと思って、館内散策も兼ねてね、ちょっとチェックしに行こうと思って、でそっちの音がある方にね行ったんですよ。でその階段が見えてきたんですけれども、こう人がもう一人通れるか通れないぐらいの細い階段で、下に繋がってるんですよね。で下見るとどんどん暗くなってる。でこれスイッチないのかなと思って見るんですけど、スイッチらしいものが見当たらない。どうやらセルフで行けっていう、どうやらそのまま行けっていう感じなんで、その状況もちょっとね、ホラーっぽいですから、好奇心かきたてられて、よしじゃあ行ってやろうと思って、そのまま階段をこうやって降りようとした時に、すぐ目の前で音がしたんですよ。先客も行ってるなと思って、でこれ逆に脅かしてやれと思ったんですよね。そのまま静かにゆっくり僕も階段降りてったんですよ。薄暗い階段を降りると、目の前にガラスの壁が見えてきたんですよね。昔よくありましたけども、これぐらいの大きさでブロックのガラスになっていて、そのブロックのガラスをこう組み立てて壁を作る、そういうガラスのブロックの壁があったんですよ。でそこが突き当たりになっていて、左側道ないんですけれども、右側に細い道がついてて、でまた突き当たりになって右側に階段がまた降りてってるんですよ。で私そのまま行くしかないですから、そのまま進んでったんですよね。お客さん誰もいねえなと思って、まだ下に行ったのかなと思って、でさらに階段を降りようとすると今度真っ暗なんですよ。明かりがないととてもじゃないけど難しい。でもここまで来たから行くしかないんでね、
よし、じゃあ行ってやろうと思って。手すりがあったんでね、手すり捕まりながら、一歩一歩階段を確認しながら降りてったんですよ。で、やがて10歩ぐらいかな、降りていくと薄く光が差してて、白菜だのなんだの書いてある段ボールが見えるんですけども、もうボロボロで埃かぶってるんですよ。で、竹ぼうきなんかがね、こうやって立てかけてあるんですけども、もうボロボロで、もうこんな薄くなっちゃって、こんな短くなっちゃってね、もう使い物にならないものがそこに全部置いてあって、まあ、廃棄物の置き場所なのかなと。で、それからぼんやり差し込む光で見えたんですよね。その先はそれらの荷物がこうやって覆いかぶさってるのでね、行けないんですよ。行き止まりです。これ、どれぐらい前のもんなんだろうと。だいぶ人の手が入ってないというか、だいぶ放置されてから時間が経ってるんですよね。で、こうやって段ボールをひょいってやると、もう埃がすごい。これ誰も触ってないなと思って。でもそこはめったに人が来ないっていうことが明らかだったんですよね。あの人の気配は一体何だったんだろうなと思って。被害者は姿見えるしな。で、そう思ってる時、なんかちょっと気持ち悪くなってきて、ざわざわしてきて、ちょっともう帰ろうと思って。で、後ろこうやって振り返った時に、ミシッ音また聞こえたんですよ。で、僕固まって、息を凝らして、じーっとしてると、非常ベル館内にけたたましくなるんですよね。タッ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 タ上がってったら、おかみさんが立っていて、ごめんなさい、びっくりしたでしょ、火災報知器なのよ、なんか誤作動起こしちゃったみたいで、びっくりされたでしょ、ごめんなさいね。いやいやいや、何もなくてよかったですよ。びっくりした。そう、私コンビニ行ってきます。行ってらっしゃい。で、そのまま、コンビニに自転車で向かったんですよね。で、ついでに軽く飯食って、で、コンビニいろいろ買って、また旅館に戻ったんですよ。で、怪談ライブに備えて、こういろいろまた配信機材チェックしてね、雰囲気を出すために浴衣に着替えて、こうスタンバったんですよ。さあ始めるぞと。スタンバろうとした時に、ミシッ。部屋の前でこんな音がする。あれ、おかみさんいらっしゃったのかな、なんか分かったのかな、原因と思って。で、タッ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 つって、スーッだけど、いない。あれと思って、辺り見ますと、また階段の向こう側の方で、ミシッ。岸本がする。暗い方を目を凝らしてみると、黒い影がさっいなくなった。で、階段の下の方に消えてったんですよ。これ子供がなんかいるのかなと思って。って思ってると、また、うわまたか館内にけたたましく非常ベルが鳴り響いたんですよね。で、おかみさんが慌ててタッ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 って上がってきて、またなのよ、どうしたんでしょうねこれって慌ててるもんですから、さっき子供がいましたよっておかみさんに言うと、誰か紛れ込んだのかね、その子がいたずらしてるのかな、ちょっと探してきますねってパッ言いながらたんですよね。で、そのおかみさんのちょっと様子がなんかマニュアル通りというかちょっと不自然な感じがしたんですよ。でもまあいいかと思って、子供が紛れ込んだが侵入ね、俺もよくやったなとかニタリと笑いながら階段こうやって上がって、じゃあそろそろ配信やるかなって言って配信し始めたんですよ。毎年このお座敷でする怪談話はちょっと好評でですね、いつもたくさんの視聴者の方が来てくださるんですけども、これも大盛況で、全部でどれくらい話したのかな、12話ぐらい話したのかな、結構いっぱい話しましたよ。で、いよいよ最後の話になりまして、でこの話はですね、で始めた時にタイムラインのコメントってありますよね。下の方に皆さん書き込んでくれるタイムラインのコメントですよ。そこに後ろ見て、後ろの柱のとこ見てって書き込みがあるんですよね。でそれが増えていくんですよ。これ集団で俺のことを騙してるのかなとか思いましたけど、なんだよって言って、いや後ろやばいから後ろ見て、後ろどうしたんですか。で後ろをこうやって振り返った時に耳鳴りですよ。うわなんだこれ。コメント欄にもみんな、耳鳴り、やばい、後ろ、耳、痛い、耳がおかしい、耳がおかしい。で、後ろがどうしたんだよ。ちょっと混乱状態ですよ。
で、そうすると配信がピュンと止まっちゃった。やばいやばい、止まっちゃったこれ。配信アプリが落ちちゃったんですよね。で、もう一回慌ててこう付け直そうとすると電源入んない。おかしいな。充電しながらやってんのにな。で、肝心のこの背後、後ろのことを確認する間もなくですね、また、非常ベル。ダメだこれだと思って、タッ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 って、フロントの方にタッタッタッ、どうしたんですかまたですかしてたら、おかみさん、本当にすいません。また誤作動で。で、ちょっとこれおかしいんで、今業者の方呼びました。ちょっとお待ちください。原因がわかるまでちょっとお待ちください。すいません。慌ててんですよ。まあそれは慌てると思いますけども。で、私はそのまま部屋に戻って、で、スマホの電源つけたら、もう簡単につくんですよ。で、これ熱暴走ってあるじゃないですか。熱があんまりこもると、まあ、スマホおかしくなって電源切れたりもしますよね。それでもない。で、ライブ配信アプリもう一回付け直すと、視聴者の方が、ちゃんとみんな戻ってきてくれまして、いやー、何だったんだろうね、今のって。そういうコメント欄っていっぱいになりまして、子供がいたのよ。ぼんやりしてたけど。そうそう、男の子か女の子か分かんないけどさ、ちっちゃい子供が柱のとこ立ってたのよ。これなんか仕込んだんじゃないですかとか書かれて。いやいやいや、俺そんな仕込みしない。だいたい一人でしか泊まれないし、ここっつって。いや、耳鳴りもしたじゃんって言って。いや、した。すごかった。いや、私もした。僕も両手で耳塞いだ。そんなコメントがいっぱいになるんですよ。で、全員耳鳴りしたそうで、同時に同じ体験をしたんですよね。で、もちろん仕込みでそんな効果音なんて僕出してないんですよ。薄く BGM は出すんですけれども、効果音は一切出さないです。耳鳴りがするような効果音出せないですよ、僕なんか。で、翌朝、チェックアウトするときに、おかみさんとその旦那さんがね、いつもお見送りしてくれるんですよ。で、おかみさん、昨日ほんとすいませんでしたっておっしゃるもんですから、いやいやいや、大変だったですよね。で、原因分かりましたって気になったから聞いたんですよね。で、おかみさんにそれ聞くと、それが原因不明なんですよ。くまなく館内探したんですけれども、子供もいなかったですし、そうですか。じゃあ、お世話になりました。また来年もやるかもしれないのでよろしくお願いします。で、挨拶しながら靴を履こうとすると、っておかみさん、後ろから声かけてきたんで、で、振り向くと、実はって言い始めるので、その言葉を遮るように旦那さんが、お客さん、はい、今から話すことを、口外しないでいただけますかで、神妙な顔して言うんですよ。わかりました。と返すと、たまにやるんですよ。あいつが。と妙なことを言う。あいつとは実は過去に何度か同じことがありまして、お客さん見られたでしょ階段で。はい、子供のようでしたが。で、旦那さんに返すと、あいつ、子供じゃないですよ。一度何か話す声聞いたことがあるんですけどね。すごく太くて、低い声で、あれ子供の声じゃないですよ。何か聞いたことのない言葉喋ってる。あれは人間の話す言葉じゃなかった。って言うんです。それからもう数年泊まりに行ってないんですけれども、今年は久しぶりに泊まりに行こうかなと思ってます。その声と存在を確認するためにね。っていう話でした。夕闇非常階段では皆様の怖い話、奇妙な写真、いろいろ待ってますよ。概要欄にメールアドレス書いてあるので、ぜひお気軽に送ってください。私に語らさせてください。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録ぜひ初見さんの方よろしくお願いします。皆様に支えられて生きております。それではまた次回お会いしましょう。夕闇。